こんにちは、まずくです。今回は森の中に建っている2軒のお家をレイアウトしていきます。テーマは温泉宿です。それではどうぞ。ではまずは1軒目の真ん中のお部屋から作っていこうと思います。テーマが温泉宿なので、入ってすぐのお部屋は受付にしようかなと思います。で、いつも中と外のギャップがあまりないように作っているので、今回も外と色味を揃えて作っていきます。なのでまずは壁床を決めていくんですけど、壁はスタンダードな茶室の壁にして、アクセントウォールに外にたくさん置いてある石と合わせてオリエンタルな壁にしておきました。で、床は外の地面が砂浜ができているのでオアシスの床にしておきます。で、エントランスは暗い色の木の板、窓はなし、明かりは黄色にして少し暗めにしておきます。で、環境音は温泉宿自体が森に囲まれているので森にしておきます。で、今回2軒分作るんですけど、全部屋この部屋と同じ設定にしておきます。では間取りを決めていきます。で、島影動画でも話してたように西部の街並みを使って2軒のお家をつなぐ渡り廊下にしたんですけど、ちゃんとお家の中にも渡り廊下があるようにしたいなと思うので、一番奥に西部の街並みを置いてしまって、もう奥のお部屋には行けないようにしておきます。で、左右の空いているところはオリエンタルな壁と合わせた大理石の柱を置いて埋めていきます。で、このままだと全く受付感がないし、入ってすぐが水たまりが溜まっているので、まずは今柱を置いたこの手前に受付を作ります。で、この受付に合わせてフローリングタイルを敷きます。はい、これでなんとか歩きやすくなったかなと思います。ではさらに左右の受付を飾っていくんですけど、まずこの受付に入る扉がないので、後ろの渡り廊下から入れるようにドアを設置して、さらにもっと入り口がリアルに見えるように縦長ののれんを配置しておきます。はい、これでだいぶ受付っぽくなってきたかなと思います。では次はこの真ん中の空いているところを埋めていくんですけど、西部の街並みで渡り廊下を作ったんですけど、もう少しリアルな渡り廊下に見えるようにしたいなと思うので、西部の街並みの前にシンプルなローパネルを置いて奥行きがあるように見せます。はい、どうでしょうか。西部の街並みの中をあえて見せないようにすることで、なんか勝手に想像で奥行きがあるように見えるというか、ちゃんと廊下っぽく見えるようになったんじゃないかなと思います。ではさらに真ん中の空間を埋めていきます。まず外から中に入った時に一体どんな雰囲気の温泉宿なのかっていうのが分かるようにしたいので、真ん中にメインのオブジェ的な感じで松を置いておきます。で、今のままだとこのフローリングタイルとこの水たまりの境目があんまりリアルに見えないので、外にも置いてあったマグタの杭を置いて、なんかこの中には入ってはいけませんよみたいな感じにしておきます。で、間はみんな大好きな獅子おどしを置いておきます。なんか獅子おどしを置くだけでかなり風情ある感じになるので、真ん中に置いてみました。では次はこの手前の砂浜の上を飾っていきます。ここもさっきのマグタの杭と同じで、外に置いてあった高い庭石を置いておきます。で、ここから靴を脱いで入ってねという感じにしたいので、下駄を置いておきます。そうするとここの段差がよりリアルになったかなと思います。
では次は明かりを設置します。まずオブジェがあるあたりに施設っぽくなる提灯セットを配置して、左右の受付の前に和風な照明を配置しておきます。はい、これで窓なしなんですけど、だいぶ明るくなってきたかなと思います。では次は小物を置いていきます。最初にも言った通り、建物自体が温泉宿なんですけど、泊まりに来た人だけが温泉に入れるわけじゃなくて、泊まらない人でも温泉施設を楽しめるようにしたいなと思うので、左右で役割を分けます。まず左が泊まらないけど楽しみに来た人で、この服の山はタオルに見立てました。で、そうなると右側は宿に泊まりに来た人の受付にしておきます。で、最後にそれぞれの入り口のところに扉を設置して、これで宿の受付は完成です。では次は2階を作っていきます。2階はお家の中で一番広いので、温泉を作っていこうかと思います。なんですけど、温泉は温泉でも、温泉の中を作るんじゃなくて、温泉に入るまでの部屋を作りたいと思います。なのでまずは壁床を決めていくんですけど、壁床もなるべく他のお部屋と統一感を出したいので、同じものを使っていきます。まずメインの壁はオリエンタルな壁にして、奥の壁にモダンな障子をつけて、奥に進めそうな感じにしておきます。で、床は玉砂利の床にしておきます。では間取りを決めていくんですけど、温泉なので男湯女湯入れるようにしたいなと思うので、左右で空間を分けます。まず真ん中に柱を立てて、その柱を立てた前にさらに柱を立てて、受付を作ります。なのでここの空いた空間の中に書斎の机を置いて、机の後ろには椅子と机の上に紙を置いておきます。はい、これで左右の空間が分けられました。なんかよく銭湯とかってこんな感じの形で分けられてるイメージがあったので、真ん中に受付を作って左右の空間を分けてみました。で、さらに空間を分けたいので、手前にフローリングタイルを敷いて、土足の部分とそうじゃない部分で分けておきます。では次は左右の奥の空間を作っていきます。もっと障子の奥につながっていそうな感じにしたいので、まず端っこのフローリングの上に柱を左右に置いて、奥につながる入り口は閉鎖的に作った方がリアルに見えるかなと思うので、ローパネルを追加して、さらに柱と柱の間に縦長のレーンを設置しておきます。はい、どうでしょうか。柱とパネルとのレーンを追加したことで、障子の奥につながってそうな感じになったかなと思います。ではこのまま奥の空間を作っていきたいなと思います。奥の空間から玉砂利の床になっているので、ヴィンテージなチェストを置いて下駄箱を作ります。で、このヴィンテージなチェストって一見江戸時代には使われてなさそうな気もするんですけど、デザインする人がいれば素材的には別に作らなくもないのかなと思ったので使ってみました。で、さらに下駄箱なので下駄を追加しておきます。はい、正面から見るとこんな感じになりました。全く温泉家具を使ってないんですけど、僕のお部屋に温泉を想像できるお部屋になったんじゃないかなと思います。では次は手前側を作っていきます。まず受付の上が寂しいので和風な照明を追加します。で、温泉といえば温泉に入る前に休憩するスペースがあるイメージなので、左右の壁沿いに畳のベッドを置いておきます。
で、さらにお部屋の真ん中ら辺にベンチも置いておきます。はい、これで空間を埋め終わりました。次はもう少しだけ飾り付けをしていきます。まず1階の真ん中のお部屋と合わせて提灯セットを配置して少し賑やかさを出しておきます。で、最後に左右の壁に掛け軸を飾ったら、これで2階の温泉は完成です。では次は左側のお部屋を作っていきます。宿といえば温泉に加えてご飯を食べるところもあるイメージなので、左のお部屋はお食事処を作っていきます。まず壁床を決めていくんですけど、メインの壁はシックな茶室の壁にして、床は玉砂利の床にします。で、アクセントウォールに光苔の森の壁を使って外の森が見えるようにしておきます。で、次は間取りを決めていくんですけど、お食事処なので厨房とお客さんがご飯を食べる場所と分けたいなと思います。まずダークウッドのフロアタイルを2マス分左右に敷いて、手前側に畳を敷いていきます。はい、これでなんとなくお部屋を分けました。では柱を使ってさらに分けていきます。まず玉砂利の上に柱を置いて、正面から厨房に入れないようにしたいので木製オールパーテーションを3つ並べます。はい、これでパーテーションのこの机の上が調理をする場所になりました。で、今アクセントウォールに光苔の森の壁を貼っているんですけど、ちょっとこのままでは不自然なのでチックオールステッカーを使って壁を作ります。まず厨房の壁は木の板を貼って窓を作ります。で、まだまだ不自然なので左右にはさらに壁を作って、半分より下はドアを作ります。はい、これでちゃんと建物になってきました。で、さらにちょうどこの畳とフローリングが分かれているところの壁も同じく分けたいので、正面の壁に貼ったものと同じものを貼っていきます。はい、これで完全に手前と奥を分けられました。ではもっと分かれているように見えるように畳とフローリングの境目にのれんを設置しておきます。では次は厨房の中を飾っていきます。厨房の中はもう置くところがテーブルの上しかないので、食材などが入ってそうな木箱と漬物が入ってそうな金属の亀、カッティングボードを置いておきます。ではこれで厨房の中が完成しました。次は手前の食べるところを作っていきます。食べるところのテーブルと椅子なんですけど、低い方が畳とは合ってるかなとは思ったんですけど、宿ということもあってちょっと高級感を出したいので、机も椅子も高さのあるものを使っていきます。なのでテーブルは一枚板のテーブルを使って、椅子は和風なベンチを使います。で、お部屋の広さ的に真ん中の椅子だけ両方を使えるようになってるんですけど、背もたれ付きの椅子だとそれができなかったので和風なベンチを使いました。ではテーブルの上にご飯を置いていきます。時代が時代なので質素なご飯にしていきます。まずスズキの酵素焼きを左右対角線上に置いて、その横は素焼きの食器を置いて、机の上にたくさん料理が乗っているように見せます。で、このお部屋にも明かりが欲しいので、お部屋の真ん中に和風な照明を設置しておきます。はい、これで空間は埋め終わりました。なんですけど、少し物足りないので、次は壁にメニューをたくさん貼っていきます。はい、こんな感じになりました。メニューを貼ったことでちゃんとお店っぽくなったかなと思います。では最後にお部屋の正面にもメニューを飾りたいので、吊り下げサインを飾って木製ウォールパーテーションの上にメニューが飾ってあるように見せます。これでこのお部屋は完成です。
では次は右側のお部屋を作っていきます。これで1軒目のお家は最後です。このお部屋は渡り廊下として使っていた西部の街並みを使って2軒目のお家につながるお部屋にしようかなと思います。まず壁はスタンダードな茶室の壁にして、床は苔庭の床にします。で、アクセントウォールは光苔の模具の壁にしておきました。では次は間取りを決めていきます。まず左の入り口から正面の壁までつながっている通路を作りたいので、フロアシートを使って作っていきます。で、その次はこの正面の壁につながっているフローリングタイルの上に西部の街並みを置いて、その手前に渡り廊下に入れる入り口を設置します。で、このままだと不自然なので、この周りを柱で囲っていきます。で、さらにもっと奥につながっているように見せたいので、西部の街並みの上は木の板を張って建物につながっているように見せます。はい、どうでしょうか。これで入り口っぽくなってきたかなと思います。で、もっと入り口っぽく見せるために入り口の上にのれんを設置しておきます。はい、これで渡り廊下に入る入り口は完成しました。ではもう少しリアルに見せたいので、次はこの柱の左右に西部の街並みを追加します。で、壁と床の境目が丸見えだとあんまりリアルに見えないので、柱を使って隠します。はい、どうでしょうか。角を隠したことでリアルになったかなと思います。なんですけど、もう少しリアルに見せたいのと、フローリングの後ろは外でフローリングの前は室内ということにしたいので、ちょうど境目のところに木製ウォールパーテーションを置いて外と中を分けます。で、さらに左右の壁を見ると、外側の壁が室内の壁になっているので、木の板を張って壁を変えます。はい、これで横から覗き込んでもちゃんと外と中と分かれているように見えるかなと思います。では次は飾り付けをしていきます。まず他のお部屋と同じくこのお部屋にも明かりが欲しいので、あんどんを置いておきます。この位置に置くことによってより奥のドアが入り口っぽく見えるかなと思います。で、手前側の一列空いているところには外と揃えて高い庭石を置いておきます。で、最後にウォールパーテーションの上に苔玉を飾ったら、これでこのお部屋は完成です。では次は2軒目の真ん中のお部屋を作っていきます。で、2軒目自体は宿泊する人しか入れない場所にしようかなと思っているので、真ん中のお部屋は客室と客室をつなぐ中庭にしようかなと思います。ではまずは壁床を決めていくんですけど、壁はシックな茶室の壁にして、床はオアシスの床にします。で、アクセントウォールにオリエンタルな壁を使います。で、このお部屋でもオアシスの床を使ったので、ちゃんと歩きやすいようにライトストーンのラグとダークウッドのフロアタイルを敷いておきます。で、また1軒目の真ん中のお部屋と同じく奥のお部屋は塞いでしまおうかなと思っているので、その手前に渡り廊下の西部の街並みを配置します。で、左右隙間をあえて開けたんですけど、ここは壁と壁の境目を柱で隠してなじませるために開けておきました。で、また同じく西部の街並みの前にシンプルなローパネルを置いて奥行きを出します。で、左右の柱も合わせて増やしておきます。で、今のままだと境目が全く馴染んでなくて中庭感がないので、柱とカウンターを追加して馴染ませておきます。どうでしょうか。柱とカウンターを窓っぽく配置したことによって奥の空間が中庭っぽくなったかなと思います。では続けて奥の空間を作っていきます。まず本当に中庭っぽくしたいので、他のお部屋は壁の一面だけにしか渡り廊下を作らなかったんですけど、より中庭っぽくするために左右の壁沿いに西部の街並みを足します。
そうすることで囲われている形になるので、より中庭っぽく感じるかなと思います。で、この囲った中には松を追加しておきます。はい、松を置いただけでだいぶ中庭っぽくなってきたかなと思います。では次はフローリングと水たまりの境目をもう少しなじませます。まず左右対称に高い庭石を置いて、真ん中には石の水受けを置いておきます。で、1軒目の右のお部屋と同じく角度を変えると左右の西部の街並みの上が室内と同じ壁になっているので、実行ウォールステッカーを使って壁を変えておきます。はい、これで奥の中庭は完成しました。次は手前側を飾っていきます。まずカウンターの上にのれんを追加して、もう少し中庭と室内が分けられているようにします。で、歩くところに明かりが欲しいので、手前の角に行灯を追加して、廊下の真ん中にも明かりを配置しておきます。で、さらに1軒目の真ん中のお部屋と2階のお部屋と同じように提灯セットを追加して賑やかさを少し足します。はい、正面から見るとこんな感じです。中庭を囲うように提灯セットを配置したことで、より渡り廊下っぽさが出たかなと思います。では最後にカウンターの上に苔玉を追加して、これでこのお部屋は完成です。次は左側のお部屋を作っていきます。もうここからは残りのお部屋はすべて客室にしていきます。まず壁紙はシックな茶室の壁を使って、床は畳にします。で、アクセントウォールは光苔の森の壁にして、また外の森が見えるようにしておきました。では間取りを決めていきます。1軒目に温泉があるので、このお部屋はもう寝るだけのお部屋にしちゃってもいいかなとは思うんですけど、それだけだと少し物足りないので、仕切り壁と柱で空間を分けます。で、この分けたところはちょうど森も見えているのでテラスを作ります。まず床にタイルを敷いて、壁沿いに同じ側のローパネルを置いていきます。で、テラスは一応外になるので、柱と柱の間にのれんを配置して外の空間と分けます。で、テラスにはテーブルと椅子を置いて休憩ができる場所にしておきます。ちなみに実行ウォールステッカーで壁を作らずにローパネルで作ったのは、立体感がある方がよりリアルなテラスっぽくなるかなと思ったのでローパネルにしました。次はこの右側の空いているところは床の間をはめておきます。で、その上には苔玉を飾っておきます。で、このお部屋にも明かりが欲しいので、お部屋の真ん中に和風な照明を配置しておきます。はい、これで客室のベースは完成しました。正直もう何も置かなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、一応誰かが泊まっている設定にしたいので布団を追加します。一つでもいいんですけど、せっかくなら3人ぐらい泊まっていてほしいので、あと2つ追加します。で、それも綺麗に並べるよりかはちょっとずらしておいた方がなんか楽しんでいる感が出るかなと思ったので、あえてずらしておいてみました。はい、ということで左側のお部屋はこれで完成です。次は右側のお部屋を作っていきます。もちろん右側も客室なんですけど、このお部屋はさっきと同じように作っていきます。というのも、シンプルであればあるほど時代設定に合っているんじゃないかなと思ったので、あえて同じ作りにしようかなと思いました。ということで、はい、テラスの位置だけ変えただけなんですけど、一緒のように作っておきました。なんか本当にあんまりごちゃごちゃしすぎたりとか、あえて部屋によってデザインが違うとかだとちょっと今時っぽい気もするので、全く一緒な感じで作ってみました。でもさすがに泊まっている人は違うと思うので、
布団は少し置き方を変えておきます。はい、こっちのお部屋は綺麗に並べてみました。ということで右側のお部屋は完成です。では最後は2階のお部屋を作っていきます。2階のお部屋も客室にするんですけど、もちろんさっきの左右のお部屋と同じように作っていきたいなと思います。なんですけど、お部屋の形が違うので、2階は奥のお部屋を使えなくした代わりに柱やフローリングで仕切って客室を2つにしようかなと思います。ではまずは壁床を変えます。で、ここからお部屋を分けていくんですけど、まず2部屋あるということは入ってすぐ泊まるお部屋だと少し不自然なので、手前側は廊下を作ります。で、この廊下の奥側を客室にしようかなと思うので、まず仕切り壁と柱を使って分けていきます。で、奥の壁沿いは、左右のお部屋と同じように配置しておきました。2つに分けたことによって椅子の数とかが少し変わったんですけど、基本的には一緒のような感じで配置しておきました。で、今のままだと全然お部屋が分かれていないので、フローリングと畳の境目に柱とウォールパーテーションを配置して、廊下と客室を分けていきます。で、ここからが注目ポイントなんですけど、正直宿というか旅館に泊まった記憶が修学旅行と本当に小さい頃の記憶しかないんですけど、なんかうっすら覚えてるのかなんとなくのイメージなのかはどっちかわかんないんですけど、こういう隣同士で客室がつながっているお部屋って一応分かれてはいるけど、大人数が泊まるときは左右のお部屋をつなげられるみたいなイメージがあるので、真ん中に扉を配置して一応左右のお部屋をつなげられるようにしておきます。ということで一つのお部屋なんですけど2つに分かれているように見えるようになったかなと思います。では仕上げをしていきます。まずお部屋に明かりがないので和風な照明を配置して布団も置いておきます。で、最後に廊下の先にジックオールステッカーを使ってドアを作ったら、これで2階のお部屋は完成です。いかがでしたでしょうか。今回はお家を2軒使って温泉宿のレイアウトをしてみました。なかなか渋めの温泉宿が作れたんじゃないかなと思います。よければどのお部屋がお好みだったかぜひコメントで教えてください。ちなみに私はどれもお気に入りなんですけど、あえて全てシンプルにデザインを揃えて時代設定に合わせたその考え方がすごく自分の中で腑に落ちたので、3部屋の客室がお気に入りです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。